们来了，我们现在开始看《非自然死亡》的第4集。对，开始。用力吗？実際にあった事件の話です。ある職場で A さんは睡眠薬を飲まされました。しかしそれに気づかず車を運転し、運転中に意識不明に陥って対向車に衝突、重傷を負いました。実はそれ以前にも同じ職場の B さんが同じように睡眠薬を飲まされ交通事故を起こし死亡していました。この2件は同じ犯人による犯行だったのですが、 A さんの事件が発覚するまで B さんの事件は単なる交通事故死として処理されていました。こうした犯罪の見逃しがなぜ起こるのか。日本では交通事故のご遺体はほとんど解剖されないからです。日本の解剖率は先進国の中でも最低。警察に事件を目指しています。研究所内の説明会は30分後に始まります。質問いいですか？其实那样就会耗费大量的这个资源。意外と広いのね。何してるの？お願いします。もう一人の解剖医ってあの人？記録医の久部君ね。独身なの？そうだけど。何してるの？どうも、ちょっと初めまして。どうも。ミスミです。みことの母です。初めまして。どうも初めまして。久米申します。久米さん独身？啊，初めまして。我们接对抻金脚是吗？もう一人の解剖医って中藤さん？初めまして。哎呦みことの母です。すいません。ちょっと素敵じゃないのよ。独身？他到底是想给他姑娘找，还是想给他？初一時間。まあ今この際。ねえ何？直接就下去了。周囲に車もいない単独の自損事故。救急車で運ばれたけど即死だった。佐野さんには奥さんと2人のお子さんがいて、下の子はまだ2歳。貯金もなく頼れるあてもない上にバイクの任意保険が切れてた。はい。事故が起こってから気がついて。おかげで交通事故の死亡保険は下りないし、生命保険にも入っていなかった。この先どうしていいのか。那就不能是为了保险。对，自杀。あ、いっぱい並べたね。事故現場の道路にブレーキ痕がなかった。居眠り運転の可能性が高い。佐野さんを工場の製造責任者として月140時間哎呦我残去，40个小時。疑ってるってこと？そう。過労が原因なら労災案件になって会社に賠償金を請求できる。ちなみに工場って何の工場？幸せの蜂蜜ケーキ。啊，それで病院に話を聞きに行ったら、検体感を訴えていましたが CT に異常はなく、検査入院を進めると休みが取れないからと断られたそうです。勤務先の工場でかなりの長時間労働をしていたようなので過労じゃないでしょうか。ですから過労なんてありません。もう都来了。三重視本当に来るとはね。責任の所在って言われても困るな。最后是三方実はそれも法医学の仕事の一つなんだよね。交通事故の責任の所在を明らかにする。这种事儿真的挺難。札束が入ってたりして。札束？賠償金を何千万と支払うよりは100万円ポーンと払って法医学者を買収した方が安上がりでしょ。そんなことあるんですね。新鮮。あって困る。準備万端。似合ってる。本来ならどこで誰が解剖するかなんて知られない方がいいんですけどね。鑑定結果が気に入らないって逆恨みされたり。それもあるけど、言う通りに鑑定書書けなんて脅されたら困るでしょ。法医学者自身が殺人犯だったら自分の犯罪の証拠を完璧に隠せる。啊，也对哈。完全犯罪。めったなこと言わないでください。世の法医学者の皆さん。有种神探夏洛克那种感觉。この番組は暮らし感じる変えていく E&G。不适合当领导，就是目前看啊，不适合当领导，不适合当情侣的，还是挺有职业魅力的。对，性格特别的鲜明。对，就站在远处观察他还挺好。長さ6センチ。同住。左側頭部に陥没骨折。耳介からも出血が認められる。可遠觀不可亵玩也。血液からは睡眠薬を含め薬物は検出されず。上倉さん、
ほらもっとしっかり持って血で滑るんですよ。あんまり見たくないし。他作为领导，他不敢看。左肩の擦り傷5センチ×3センチ。損傷27、左肘の擦り傷5センチ×3.5。その下にかさぶたになった擦過傷あり。登らないとフレームに入らない。高いよ。落ちたら危ないし。使えねえ。そんな言い方ないでしょ。领导也这么说。その代わりがいいんだよ。一人ぐらいいだろ。自業自得で一人なんですよね。今新しい人探してますから。それいつからありました？ほらあれ。お前のしたことは消えない裁きを受けろ。脅迫状？金田一少年なら殺害予告。怖いこと言わないでくださいよ。能直接进来贴在那儿。昨日の見学会の間に貼られた？お前って誰？都认为是中堂的。調べさせてください。昨日解剖。浮気でもしてたんじゃないですか。这还是松永さん、他那个蛋亡糕的那くなって弁明啥。のできない人に対してそれはないでしょう。そうだよ。私も診察した医師から休みがなかったと聞きましたけど。病死なら病院の見逃し、事故ならブレーキの故障。うちの工場は無関係です。子供の前なんでやめましょうよ。病院のせいと言われましたよね。何をたらかしてきてたんですか。あなたたちね、何責任逃れしてるんですか。うちは完璧に直したんだよ。まあ、いずれにしても過労と残業代の未払いの事実があった。証拠集めて会社に認めさせましょう。もういいです。他不想再争吵来争吵去吧。暇もない。今引き。未来なんてねえよな。口に来たの。留学の延長届。もうやめれば。親がうるさいんだよ。医者以外人間じゃないと思ってるから。あれどうなったの？お前が書いたブログ。日生医学を切る。あのブログのおかげでいろいろあってさ。今2カ所でバイト掛け持ちしてる。お前今何目指してんの？何目指してんだろう。いかにはいかがですか？法医学者なんてさ、普通の医者よりはるかに給料安いじゃん。給料安いに臭い。逮捕？ここだけの話。罪状は殺人。殺人？うん。法医学者が殺人とかシャレになんない。それが既婚者で。不倫ってことじゃん。騙されたの。独身だと思ってた。都以为这个是写给自己。考えてみれば、独身とも既婚とも言われてなくて、普通にアプローチされて普通に付き合っちゃったもんだから普通に。这后边这俩八卦的。5年。这还能交往5年？超無駄にしたもん。返してほしいの私の1825日。フルード仕入れたら1827日。いや今ウルード氏関係ないから。ねえ、心当たりっていうのは？職場に奥さん乗り込んできてさ。したんですか？あんたのしたことは一生忘れない。地獄に落ちろってゆで卵投げつけられた。これ見たら思い出しちゃった。額に当たったゆで卵の硬さ。ちょっと拝借。実は私にもここ都觉得说自己。厚労省に。是不是就他那記事啥？を見た過去の何らかの事件の関係者が嫌がらせに来たんだと思います。タイミングもバッチリだし。じゃあ御事が危ないじゃん。気をつけてくださいよ。はい。最后是不是给中堂？有可能。检察官。脅迫状。あれは俺に当てられたものだ。お前じゃない。お前とは誰のことを指す言葉ですか？三角じゃない。心当たりがあるんですか？さあな。あ、前の奥さん。何の話だ？バツイチなんですよね。誰が言った？ガセネタだ。一次没结过呀。ならどんな心当たりが？ありすぎてわからん。俺は恨まれやすい体質なんだ。恨まれやすい性格の間違いじゃ。とにかく相手は俺だ。才收到过别的。今まで何枚も受け取ってる。ああ。まあそういうことだ。誰がこれを？さあな。どんな罪を犯したんですか？
罪のない人間なんているのか？他俩最后会不会一起联手帮助对方？私すぐそこだから大丈夫だよ。送ります。送らせてください。他会不会以为他在追他呀？那不会吧？なんかあきちゃんみたい。阿秋，あきちゃん。じゃあ送ってもらおうかな。前男友吗？はい。不知道。あ、じゃあついでに家でご飯食べてく？あれ、みすみさんって一人暮らしですよね。そうだよ。ごめん。これセクハラか。え？ごめん。忘れて。びっくりした。人思路不一样哈。自分に引く。三成认为这是他对他的性骚扰。栞さん。就是我觉得三成这里表现的其实他更事业脑，部屋に男を誘うとどんな心境なんですか？或者他从来没有往那上面想过。对，他就没有往那上面想。就是别人会觉得一些很暧昧的事儿或什么的，但是你真正没有往那方面想的人，其实他是不会就不往那上面去联想这件事儿的。就是都这么晚了，みすみさんの知り合いらしいんですけど。で、俺その人似てるらしいんですけど。就我觉得中堂和三成更有 CP 感一些，跟九部我觉得在我这儿 CP 感没有那么强。但是中堂我觉得マジか。不太适合一个媳妇。脳の動脈瘤アラートにして観察してる。これ動脈避けてる。イエス。つまり外傷。外傷ということは事故が起きた時の衝撃でくも膜出血を起こした病死ではなく事故死。そうなんだけど時期がおかしい。時期？陈旧型的。もしもしお母さん、結果出たんだけどちょっとややこしい話だから会って話した方がいいかなと思って。其实在他的心中，他觉得是自己爸爸的死因。对，你还叫个什么幸福的蛋糕，然后砖头给你砸了。不。松永さん。太过了，所有人都过了。工場長。一番残業してたの工場長なんですって。去年から時間外労働の取り締まりが厳しくなったでしょ。でも残業しなきゃ注文に追いつかない。それで退勤後のサービス残業が始まった。それが何ヶ月も続いて出荷制限をかけるか作業工程を減らすよう社長に直談判したらしいんだけど。うちのケーキを待ってる人が全国にいるんですよ。分かってます。お客様を悲しませてどうしますか。味を落とすなんて言語道断。これは消費者への裏切りです。もっと向上心を持ちましょうよ。やる気がないならやめてもらっても構いませんよ。そういうやめるのって。社長に言わせると残業は従業員。古いんです。周辺の組織の再生具合から見て30日前くらい。30日。30日前に避けた動脈がそれからずっと例えるなら皮一枚でつながってるような状態だったんです。その動脈がついに破裂してくも膜下出血を起こしたのが運転中だった。それが先日の事故の真相です。 CT には映らないので病院側の責任は問えません。また事故の前の損傷なのでバイクや無関係です。問題は椎骨動脈の損傷の原因が何なのか、そして亡くなる3。やめてよ。居眠り運転じゃないよね。あの時の事故が原因で。居眠りだとすると過労による交通事故死。話が一周しちゃったわね。社長本人に言ったんですね。はい。ありがとうございました。有证据。なら仕事中の事故として会社に賠償金請求できる。事故がどこで起きたのかを見つけて目撃者や監視カメラの映像を探せば事故を証明できる。社長がパーティーしてたマンションってどこなの？それが分かんないのよ。もう場所聞いたの佐野さんだけなんだって。社長のフェイスブックのつながりも探したんですけど手がかりありませんでした。社長に直接聞く。課長さんがもう電話してくれたんだけどさ、怪しまれて何も引き出せなかったんだって。ダメか。这个事儿就这样哈，你有工作。你要想当证人，你不能再有工作。这个事儿。この傷についたアスファルトや砂の成分を調べたら場所の特定ってできるんだね。はい。
マンホール1号を事故の傷はなし。赶上最差了，他们。あと1999個。这还是他们的。2個目が事故現場かもよ。对，职责范围内的。はい市役所からもらった西村マンホールの場所をマップに重ねました確認したマンホールになってますはじめまして庄司です。お噂はは金がね。知ってたんですかあはははは最悪ですよ本当に最悪ですよ久部君バイトの子。じゃあ行きましょう探しにね全員散りましょう行きましょうはい。じゃあ後でね。後で。あきちゃんごめん。もう一人来るから先行ってて。あれもう体調大丈夫なんです这又回来上班来了。 2000箇所から探す。あったってすぐ行きますここまでは暮らし感じる変えていく P&G トヨタ何があったのか知りたい。中藤さんがここで働く理由キリン出たかあせつぐさん森永乳業の提供でお送りしました。女主角应该挺有名嗯。感觉挺好看的。オレンジ、水色、黄色、黄緑、白。监控。どれくらい前まで残ってますか3ヶ月は持ちます。花火の日ならありますよ。休息真是挺必要的。木林ですが、中藤さんどちらにいますか？ UDI だ。出たか？はい、赤い金魚。红色金鱼。他一直在偷偷的調查。せつぐさんおお、こんな時間にどうしたの？記事書かせてください産業代の請求とあと労働環境改善。そう。母が徹底的にとっちめてやると。とっちめられたいな。何言ってるんですか。今日ここ出てよかったのに。はいだから来たんです。誰も来ないので。中藤さんいますか？ああ、昨べは珍しく帰ったみたい。あの人四六時中いるからね。所長室使うのいいんだけど物が増えちゃってさ。中藤さんは誰を殺したんですか？直接就问出来了。殺していないとしたらなぜ疑われて逮捕までされたんですか？証拠不十分で釈放された中藤さんを日照医大は解雇した。その経歴を上倉さんは知らないはずがない。不过女主也是直接就可以问，直接就所沢の葬儀場まで行っ说て葬儀の前のご遺体を検案していました。ご遺族に無断だったと思います。葬儀屋にお金を渡してご協力ありがとうございます。許されることじゃありません。あれは何をしていたんですか？私も詳しくは知らないんです。上倉さん。でも何のためにそれをしているのかは知ってます。中藤さんがここで働く理由。8年前一人の女性が殺されました。そのご遺体は日照医大の法医学教室に運ばれました。解剖した。何も言わずに。何も言わずに。法医学者としては当然の行為です。ご遺体は毎日のようにやってくる。でもそのご遺体は中藤さんの哎呦我去！所以他说他没有结过婚。運ばれてきた恋人の他殺体を彼は何も言わずに解剖したんです。娘さん今死体損壊罪になってます。懲役刑、医師免許の剥奪もあるかも。絶対に自殺なんてしてません。同じ特徴を持つ遺体を探して UDI をやめてください。あなたがいると迷惑です。この番組をもう一度ご覧になりたい方は民放公式無料ポータル TVer で。这集里边，我觉得其实最好的那个事儿是，那个小孩儿通过最后的这一种结果，是恢复了他对他爸爸的那种信任。是对于成人世界的这种信任吧，就不仅仅是对爸爸，因为他就是觉得是做过的事情，你们为什么都不承认？明明发生过，你们这些大人为什么就不承认？
而且因为之前他也不认可嘛，就他觉得他爸爸这个事儿，他觉得他是个大笨蛋。那起码现在这种事儿，我觉得就是他起码觉得他爸爸做那个事儿是没错的，是对的，或多了一种理解吧。我觉得就是感触还挺，因为就是他就表现了那些很善良老实，然后为了就是这种能够生存下去，而努力的去工作的这些人，想把工作干好嘛。总想把工作干好。然后想要赚钱，然后形成鲜明对比的就是那些可能就是视他们的这种价值于不顾的这种人，就是嘴上说着很冠冕堂皇的话，你的自豪感，然后你对这些就是PUA 他们，然后让他们无偿加班，去做这些。然后呢，你看他们其实就是有点像那个之前那个我虽然没看啊，但应该是就像长安的荔枝，是不是那个？最后也是没有吃那颗荔枝。没有吃。对对对，我虽然没有看到，我看好像是说有这种片段。你看他那个富人展现的不也是这种吗？就是做的这件事情，最后到了他们那里，其实只是整个聚会当中的一个特别微不足道，对，就是微不足道的事情，但是其实这个是影响了另外一个人的生命以及一个家庭。就是其实对于他们来说，就是就算是这件事情就是赔偿了，其实对于他来说可能也不会觉得有什么，就在我看来。对，就像他那个媳妇说的嘛，就是即使是拿到钱了，她的丈夫也不会回来了。就是这种损失其实是没有办法，就是人的这个事儿没有办法说通过钱来补偿，但是有的时候你没有办法，因为人已经没了。你无论怎么样，就是钱这个东西也是就是能代表一定的意义吧，就起码是说，要不然你怎么办呢？而且你像他那个他爱人的那种，其实我能理解，他说就不要再继续那啥了，因为我觉得他首先他可能觉得就是我们也要不回来这笔钱，那为什么还要不停的去就是继续去做这件事情，包括对孩子的影响。对，站在他的角度上能理解，因为就是处于最底层的这种，他觉得他可能也有一种那种无力感，他觉得是我们解决不了或者怎么样了。但是我们也可以看到，就是这里还是有很多就是愿意去追寻真相，然后愿意去做这件事情的人。其实只要坚持，还是有人，就像人说的，就是世界破破烂烂，但是总是有人在缝缝补补。就是会有，就是这些案子里，我觉得都能看到人性的恶，但也能看到人性的善。就是无论在哪里，他肯定都是有好的一面和不好的一面，也有好人，也有不好的人。对，就像那个《这个杀手不太冷》里边，他那个李昂最后说那句话，就是说这个世界是美好的，值得去奋斗。后半句是对的。就是还是得去奋斗嘛，就是总会让这个世界稍微变好一点点，但是不见得说这个世界就是美好的。就是肯定都会有，就是你无力的地方，但是也会有能够找糖的地方。对，会有让你在感动啊，或者是有一些让你比较欣慰的地方。对，就是成人的世界就是这么残酷。哎，行吧，我们继续，然后希望大家给我们点赞、投币、加评论，然后我们下期再见，拜拜。